正弘のうまいのなんの。うまいのなんのの正弘です。今私は、フランスのカオルというところに来ています。なんで来たかというとトリュフ狩りです。トリュフ、真冬の黒いダイヤモンドって言われるごちそう中のごちそうですね。ただトリュフ狩りって言ってもイチゴ狩りだとかブドウ狩りと違って私が自分で取れるわけないんです。土の中に松茸みたいに出てこないんですね。ですからワンちゃんが探す。実は私30年前に3度ほど来てるんですけど、続けてその時は豚さんを使ってトリュフを探してましたが、豚さん食べちゃうんですよ。好きなもんだから。メスの豚なんですけども、で今は犬を訓練して、ワンちゃんが探してるって言うんですが、どこで取れるかっていうと、まあ行ってみなきゃわかんないんですけども、まあそこでどんなようなトリュフが取れるか皆さんきっとご存じないと思います。トリュフといっても香りが失せたようなトリュフは本当は価値がないんです。取れたてのトリュフがどんなに素晴らしいかというのをこれからご覧いただきたいと思います。お楽しみに。うまいのなんの。うまいのなんの。今ようやくカオルからパリに戻ってきたところなんですが、まあすごかったです。何がすごいって食事も全部トリュフ前菜も主菜も、いやトリュフ尽くしだったんですが、やっぱり産地に行くともう香りがトリュフの命だなっていうのがよくわかるんですけども、まず出かけてってトリュフが取れるシェイヌっていう木が生えてる、そこのところでワンちゃんがこう探してる、それを取る。それをペベールさんがいただいて、自分のお店っていうか工場ですねに持って帰って、それを売り物にするためにきれいに清掃するんですが、今朝は、そのお店の工場を見学させていただきました。まずこう洗浄機で洗ってゴミを落として、そこからこう小刀ですねナイフ、ペティナイフでちょこっと見て等級を決める。パッと見てエクストラ特級か、1級か、2級かみたいな、まあその素早いこと、やっぱりもう何十年もそういう役をやってるとパッと見て分ける。で本当にいいところはすごいレストランでありましたよ。パリのギーザーバーに送られるやつは最上級のやつがこう仕分けされてたんですが、本当にトリュフっていうのは香りが命で、カオルで取れたてのやつがパリに運ばれてくるだけで 10% 香りが失せちゃうっていうふうに30年前ロブションさんに言われました。ですから東京まで運ばれてくるとちょっとやっぱり最初の私たちが現場で香りを嗅いだそういうものがこう失せちゃうかなっていう、そんな感じがしたんですが、とにかく工場の中に入った瞬間からトリュフの香りいやーもうシーズン中ですから毎日トリュフが運ばれてくるもんですから、まあ、トリュフの香りが充満してまして、一番最後の最後ペベルさんにお願いして出荷寸前のものが大きな冷蔵庫の中に入ってんです。ちょっとだけその中に入れさせてって言ったら、もうむせ返るような、むせ返るっていうよりガスですね。結局トリュフが発散するそのガスがもうクラクラってくるより長いこと入ってらんないぐらいすごいガス室でありました。この旅は実を言うと6人で行ったんですが、その中で私がもうヨーロッパに来ると必ず一緒にコンビを組んでる小口さんにちょっと感想を言ってもらいたいと思うんですが、いかがでしたか？
やっぱりトリュフは香りがもう命なんだなとシャレじゃないけど香る。の通りですね。本当に香りが命だなって、よくわかりました。また、実際にそれを取ってから洗ったり、選別したり、その出荷される状態まで、どうやってスピーディーにやる作業をするかっていうのを、そうですよね。見させていただいて、すごい、やっぱり技術うんっていうものがあるんだなと。香りが命だけど、とにかく時間が勝負っていうのがこう見てて分かりますよね。はい、それとやっぱり洗うにしても選別にしてもやっぱりペベールさんってもうすごい長いことかかって作り上げたねまあ言ってみると仲買ですかね。トリュフを取る人じゃない、直接売る人でもない、レストランに卸したりなんかする仲買なんですけども、本当にトリュフのことを隅から隅まで知ってるなと思って。ペベールさんは自分のことをネゴシアンと言ってましたけれども、どれだけこういいトリュフを集めるかっていうのは、そのやっぱ人脈と、あとはやっぱ目利きなんでしょうね。このやっぱ100年近く培ってきた見る目というか、選別する眼がやっぱり伝統のトリュフショーなんだなと。いろんなトリュフの調理をしてくれたじゃないですか。生で食べたっていうのはフォアグラのところにトリュフを乗っけたぐらいが加熱してないやつで、あとはみんな加熱してるやつですよね。印象に残ってるっていうのは何です？やっぱりトリュフのサンドイッチね。トーストにしてバターで軽く塗ってると思うんだけど、そこにトリュフが入ってるとものすごいトリュフの香りで、パンは小麦粉じゃないですか。やっぱりトリュフの相性のいい中に小麦粉とか米があるんで、一緒に食べた時こうなんかクラクラってくるくらいの一番シンプルなんだけど、あとじゃがいものピューレ美味しかったな。あったかいものですね。香りがよく。香りが命。だから白トリュフって加熱してある料理の上からスライスしてかけるんだけど、黒トリュフはそのものを加熱すると力が何倍にも出てきて相性がいいトリュフのスクランブルエッグこんな真っ黒いスクランブルエッグ、卵との相性もいいし、それからもちろんフォアグラともいいし、小麦粉だとか粉もいいし、本当に相性のいいものがたくさんありますよね。1回の食事であれだけのトリュフを食べるっていうことが初めての経験だったまさにトリュフ尽くしの。ねえ、もう本当に僕たちだけトリュフの香りね存分に嗅がしていただいたんだけれども、なんか本当のトリュフをみんなに知ってもらいたいなと思ったんだけど、どうですか？いやもうあれだけのフレッシュトリュフの山をやっぱこう黒いダイヤモンド。黒いダイヤモンド、大きさが単に格好がいいだけでも良くないし、なんか選別する時でなるほどなと思うことたくさんありましたね。昔々、今から本当に僕がフランス料理に惹かれてパリにやってきたのは50年ぐらい前なんだけど、その当時は世界の三大珍味って言われて、キャビアとフォアグラとトリュフと、その中で一番分からなかったのがトリュフですよ。本当にキャビアは美味しい、フォアグラもすごい分かってたんだけど、そのフォアグラの真ん中に真っ黒い四角いものが入ってて、これがトリュフだって言われてても味が何にもしない、なんだ消し炭が入ってんじゃないのっていうぐらい。だから季節によってフレッシュのものが調理されて食べないとトリュフって分かんないもんなんだなって。あとは日本で味わうそのトリュフの香りと、やはり現地で取れたてのフレッシュなこんなにも香りが違うのかというのはよく分かりましたし、またお料理でどうトリュフの香りを生かすかっていうのはやはりシェフの技量だと技量ですね。感じましたね。だからやっぱり白トリュフに比べたら料理人のイマジネーションをこうかきたててくれるね。最後にペベルさんがトリュフの本をくださったけど、やっぱりトリュフの相性でこんなことがいろいろあるんだなっていうふうに思いましたですね。寒かったけれども何度でも出かけたいと思うでしょ。そうですね。やっぱり取れるところに来ないとわからないなということが分かります。
なんか取れる場所も少なくなってきたし、環境がね変化してきて、だんだんいいトリュフが取れなくなってきてるから、やっぱり本物を味わうんだったら今だなっていう。明日からまたレストランで毎日のようにトリュフが出てくるんじゃないかなと思いながら、本当のすごいものが頭の中に入ってると香りが失せたようなやつだって頭の中でね補うことができる。明日からまた美味しいトリュフの料理をいただきたいと思います。はい。本当に美味しくいただきました。